スーパーチェンジシリーズの当時品と比べるとこんな感じになっております。これでカブタックスーパーモードになります。ポーズを取らせるとこのような感じになります。スーパーモードの見た目がかっこいいだけに品質面がめちゃくちゃもったいないですね。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。フラッシュポイントよりビールボカブタックです。それでは見ていきましょう。ということで来ました。いや、めちゃくちゃ楽しみにしておりました。最近中国でこのカブタックの新商品がいろいろ発表されておりました。でね、僕もこのね、プラモデルのカブタックとか前に紹介しましたけれども、今回はこのフラッシュポイントというメーカーから出たカブタックなんですけれども、なんと超合金で、しかも、はい、変形します。最高だね。これを待っていました。はい。ということで、箱がまず結構予想以上に大きくて、結構重いっていう、当時品のこのカブタックの箱と比べると、こんくらいになってます。もう、箱がもう2倍くらい。横もね、ほら、めちゃくちゃ分厚いんで、だいぶね、なんかボリューミーな箱になっております。はい。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。はい。で、横。はい。カブタック。ノーマルモードですね。で、裏。こんな感じになってます。しっかりこの東映ってね、書いてます。じゃあちょっと中身ね、取り出していきましょう。どんな感じになっているんでしょうか。はい。うわ、なんか、詰まりに詰まっているね。うわ、すごっ。なんだこの白い箱は。はい。で、これ説明書かな。はい。ということで、早速、ちょっと中身見ていきましょう。それでは、中身見ていきましょう。まずは、こちらがね、説明書になっております。こんな感じで、内容物とか、あと変形のさせ方とか、あと、これ実はなんか組み立てる部分があって、その組み立てのやり方とかですね、はい、の説明が、こうやってね、書かれてあります。はい。で、こっちが、これがなんかスターピース完成させた時のなんかやつで、これがビリットスティックのエフェクトとかかな。はい。で、あとなんか基板とかなんかいろいろ細かパーツと、これが組み立てるやつですね。手ですね。うん。交換用手首とかかな。はい。で、はい。この、まずはちょっと下の方からいきましょう。うわ、スターピースだ。はい。スターピースの、スタンド結構大きいな。はい、スタンドですね、これが。で、友情コマンダーとか、いろいろ入ってます。で、下側に、カブタックの交換用の顔と、ビリットスティックですね。めっちゃ、塗装とか、色分けすごい。はい。そして、これですよね。はい。ここに、カブタックが入っていると。開けましょう。おいおいおい。すげえ。うわー、すげえ。カブタックの顔がある。で、手首、普通にいっぱいありますね。で、じゃあ早速ね、これを取り出していきましょう。ということで、中身を取り出して一通り遊んだので見ていきましょう。なんですけれども、ちょっとね、各所品質面において、よろしくない箇所がたくさんあったので、そこに触れつつ、いいところもね、もちろんたくさんあるので、そういうね、いろいろ、しっかりとね、レビューしていきたいと思います。まずは、このカブタックノーマルモードから見ていきましょう。カブタックのノーマルモードの見た目はこのような感じになっております。このプラスチックがなんかすごいつるっとしていて綺麗に見えますよね。はい。あと塗装もね、僕のやつはわりかし綺麗にされてますね。なんか X とかで見てたら塗装のね、結構ムラがあったりとか、なんか飛び跳ねてたりとかっていうのを見かけたので、僕のは個体的に、大丈夫なやつでしたね。はい。で、ちょっと他の、これですね、スーパーチェンジシリーズの当時品と比べるとこんな感じになっております。こうやって比べるとちょっと腕ごついなとか、ちょっと足長いなっていうのはあるんですけれども、今回のこのカブタックはノーマルモードよりもスーパーモードに重きを置いている商品だと思いますので、このノーマルモード
のね、見た目にちょっとそのしわ寄せが来ちゃってるっていうのはちょっとね、しょうがないかなと、僕は全然割り切ってね、考えていいのかなと思います。はい。で、この、ね、ギミックがありまして、友情コマンダーを鼻に近づけると、はい、この鼻が光ります。ほら、すごい。こんな感じで。だからほんとね、でもね、結構磁石がね、ちょい弱めなのかな。ほんとピンポイントでこの眉間に当てないと、こう光らないっていうね、はい、感じになっております。これ、どうなってるのかっていうと、はい、ここの裏ですね。ここに LR621 かな、っていうボタン電池を2つ入れてます。これは各自ね、調達する必要があります。で、これフェイスを交換することができまして、こんな感じでいろいろフェイスパーツがついてます。この何もないやつにはね、こうかける。自分で好きな顔かけたりしますね。はい、こんな可愛いのがね、たくさんありますので、例えばこれをこうやって、これがね、結構ね、外しにくいんですよね。僕最初これで外した時に、このカブタックのここ見てください。ここのパーツ結構細いんですけど、見てください。見えるかな。ここ割れてるんですよね。こう割れるぐらい結構ここがきつく入ってて、接着剤でくっつけてんじゃないかっていうぐらい結構ね、きつく入ってたので、ここねちょっと気をつけたいですね。はい。でこうやって他のやつに変えてあげて、でまたこれもね、ここに入れてあげて、でこれは別で入ってたんですけど、これをどこにくっつけるとかっていう説明が説明書に書いてなかったりもしたので、結構ね説明書で説明されてない部分が多かったですね。でこれをまたこうやってかぶせてあげると、はい、ニコニコしてるカブタックになります。で拳交換用のね手が入ってまして、これさっき組み立てたやつですね。でこれ全ての指をこうやって稼働させることができます。ただ遊んでるとこうやってちょっとポロポロとね取れてくるので、ほらちょっとなのでちょっと僕はこれではちょっと遊ばないかなっていう感じですね。一応ここをこうやって外して C のねフックになってるんで、ここにこうやってくっつけてあげて、はい。で反対側もこの拳から外してこうやってねくっつけてあげることで、こうやってねピースしたりとかね、はい、好きなポーズを取らせることができると。で可動としても、結構足こうやって動いたりとか、これをうまいこと前にやることで足を前に向けたりとかねさせることもできますし、ここもこのぐらいまでね、はい、腕は曲げることができますね。はい、顔はもうここをね、はい、こう稼働はしないようになってますね。はい。カブタックのノーマルモードはこんな感じでしょうか。それではこちらのカブタックをノーマルモードからスーパーモードに変形させていきましょう。まずはここの頭部パーツですね。これを外します。でここで僕問題が起きてまして、実は全然降りなくて、でこうやってたらボキッとね砕けてパーツが、はい、ここ今砕けてます。穴にこのピンを差し込んでるっていう感じになってるんですけども、穴の位置がめちゃくちゃずれていて、でそのせいでここまでしか曲がらないっていう状態になってました。はい、っていうその不具合があるねものをねちょっと引いてしまったっていうところがまずちょっと災難でしたね。はい、なのでこれはもうこのまま壊れた状態になっちゃってます。はい。であとは結構各所にこれ見えるかな、この白い跡、ここら辺、このなんか接着剤でそのままつけて発火したまま、こういう発火したままのちょっと汚い状態になってるんですよ。こういうとことかなんかこう接着剤飛び出てるみたいないうところがちょっとね見た目的によろしくないかなってところですかね。はい。で、これ変形させていきましょう。まずこの腕ですね。このカブタックの腕をこうやって反転させてこう側転するみたいにこうぐるっとね
はい、やってあげます。そしたらこの足ですね、はい、足になるのでくるっと回転させて、でつま先を下ろす。説明書にね記載がなかったんですけど、僕はこうやって変形させてるんですけど、説明書では別に変形させないまま拳にしてました。このままこうやってカブタックの拳にしてたんですけれども、これを変形させることでここのパーツを結構後ろにグッと持っていって拳の位置がしっかりと中心になるので、本当は変形させた方がいいと思うんですけど、説明書には何も書いてなくて、でこう変形させてるとこうやってパーツが結構ポロポロね外れるんですよね。しかも今僕ピンセット使ってるんですけど、ピンセットを使わないと変形できない箇所っていうのも何箇所かあるので、本当にこれ一回自分で変形させたのかなって思っちゃうぐらいのちょっといじりにくさが各所ね見受けられるんですよね。でここの部分を下に下ろしてあげると、はい、こう体が出てきて、この部分ですね、これも上にスライドしてあげます。はい、でそしたらこの腕になる部分ですね、これを下ろしてあげて足を後ろに持っていってパネルを閉じると、はい、で拳が出てきます。反対側もはい、このように変形させてパネル閉じて拳を出すと。で最後こっちですね、はい、ここの部分開いてあげて顔を出して、ではい、ここではい固定してあげると、はい、これでカブタックスーパーモードになります。で、ちょっと1個ね説明追加で説明なんですけど、これカブタックに戻すときにノーマルモード戻すときにここを下に引くっていう変形があるんですけど、これ指だと絶対できなくて、この部分一回下ろして、ここのネジですね、このネジをピンセットとかでこう下にスライドさせるという、でこうスライドさせてあげるとこう最後まで引っ張ることができるっていう、こういうねピンセットを使わないと変形できない箇所とか、意外となんか簡素な作りしてるなっていう部分とかが結構ありますね。こことかもちょっとやってるとこうパカッとね取れちゃう時とかもあるので、あとここですね、ここも割とこう取れやすい部分なので、割となんか簡単な作りしてるんだなっていう箇所が結構見受けられますね。13,000円の商品なのかなって思っちゃうところがありますね。ポーズを取らせるとこのような感じになります。めちゃくちゃにかっこいいんですよね、これ。このやっぱ見た目は本当外側だけを見れば本当にめちゃくちゃかっこいいので、本当遊びづらさっていうのを抜きにすると本当に最高にかっこいいスーパーモードのおもちゃだと僕は思いますね。はい、こんな感じでこの足をちょっと見えない位置にこう移動させるっていうことができるので、ここくるくる回るので、なのでそうしてあげることによってよりこうね前からはこの足の余計な部分が見えなくなって、こうかっこいいねポーズも取らせることができるんですよね。ここもねこうちゃんと角度がつくので、ちょっと腰としての動きっていうのも出せるので、本当にねかっこいいポーズを取らせることができます。この可動範囲も全然申し分ないと思いますね。肘もしっかりとこの二重で動かせるので、こうすごいね曲げることができますのでね、本当にめちゃくちゃかっこいいと思います。で元のね、当時品のスーパーチェンジシリーズのやつですね。はい、これ変形させてなかったので変形させましょう。まずこの頭外して、でこう側転ねさせてあげて、でここ伸ばします。この元のやつにはこの伸縮ギミック、この足伸ばすとか、あと腕もですねここ伸ばすっていうギミックがあったんですけれども、もうこっちのやつにはねそういうギミックは全てなくなってますね。はい、そういうギミックをなくして本当にこのスーパーモードのかっこよさにもう全部
ね、こう全力を注いだのかなっていう感じがします。で、ここから頭出してあげれば、はい、これで、スーパーモードになります。はい、こうやって見比べてもね、まあ、この、可愛らしいんですけど、この可愛らしさの中にかっこよさがあるっていうのがね、このカブタックなんで、はい、こんな感じになってます。いや、ほんとめちゃくちゃかっこいいですよね、これ。あと、一応こういうパーツもついてまして、これ多分、この胸に取り付ける用のパーツだと思うんですけれども、この胸結構ディテールがね、こう入ってるんですけど、これは何もなしのツルツルバージョンがあるので、こういう、この元のね、やつと同じようなツルツルにすることができるパーツもね、一応入ってはいます。で、これ今ちょっと、立たせづらいんですけれども、僕のこの足が破損してるせいですので、普通の製品だと、壊れてないやつだとちゃんと、立たせやすくなってますので、そこはご安心ください。はい。いや、でも本当にここまで稼働取れるのはね、本当にすごいと思います。この当時品もね、割と稼働はね、あるっちゃあるんですよ。こう、しっかりと同じようなポーズ取らせようと思えば取らせられるんですけれども、やっぱこの足とかがね、すごい目立ったりとか、この体がすごい結構太めなのでね、はい。こんな感じになるんですけれども、そこをね、めちゃくちゃスタイリッシュに仕上げてきてるなと思います。で、個人的にめちゃくちゃ今回嬉しいポイントがこちら。これ当時品のビリットスティックっていうね、武器なんですけれども、今回はこちらですね。はい。しっかりとこの色分けされて&クリアパーツが使われてます。で、さらにさっきのこちら友情コマンダーを近づけると、来た。ここだ。ここら辺ですね。はい。近づけると光らせることができます。はい。っていうのも嬉しいし、さらに今回このビリットスティック用のこのエフェクトパーツがついてるので、ここにこうやってビリットスティックを入れてあげると、はい、こうやってビリットスティックでビリビリビリってなってる時のこうエフェクトがこう再現、できるっていう感じになってます。ポーズを取らせるとこのような感じになります。めちゃくちゃかっこいいよ。めちゃくちゃにかっこいい。こんなに自然に歩いてるポーズ取れるなんてね、思わないですよね。いや、ほんと中に人が入ってるんじゃないかってぐらいかっこいい仕草を取れるんですよね。ほんと。で、元のやつとね、比べてもこんな感じになってます。はい。いや、めちゃくちゃかっこいいですよ。めちゃくちゃかっこいいだけに、本当にこのちょっと品質面でいろいろもったいない箇所があるから、本当にそこが残念ですね。で、これスタンドもついてまして、はい、この水亀座のスターピースかな、これ。スターピースって、かけらになってるんですよね。だから、この一つの星座で、こんな丸くなってたかなっていうのあるんですけど、あとこれがスターピースですね。このスターピースが、いろんなもの、トラックとかに貼ってあって、で、トラックが暴走したりとかね、すごい、ね、するんですけれども、そのスターピースがここに入れられると。あとここに、この水亀座のやつも、入れられるって感じですね。で、あと、この中にこういうのが入ってて、これを多分ここにくっつけると、もう一個台座が出た時にね、つなげられるっていう感じだと思うんですけど、今後確か飛びますかいとコブランダーとシャークラーが確か発表されてたと思うので、それが出た時につなげられるのかなと思います。で、ここについてるのが、いや、めちゃくちゃね、もうちょっといいスタンドなかったのかなと思うんですけれども、こういう感じのスタンドになってますね。なので、ここにかぶたか挟んでおいたりとかもできるんですけれども、100円ショップとかで見かけるよね、こういうスタンド。今の100円ショップ何でもあるから、ここもちょっと余っちゃってるし、どうやってね、使いこなせばいいんだっていうものがありますね。ちょっとスタンドも若干、この台座はかっこいいんですけど、こっちの部分ちょっと飾るにはちょっと、微妙な見た目なのかもしれませんと。はい。ただ、このカブタックのもう見た目はかっこよすぎるんですよね。本当に最高ですね。こんな感じで。もうこの状態でただ飾っておきたいですね。はい。この後ろも
めちゃくちゃかっこいいです。こんな感じになってまして。はい。で、この足とかもね、ちゃんとこうね、角度つけたりできますし、あ、そうそう。合金がね、各所に使われてるので、こういうところとかね、こういうところとか、あとこのカブタックの足になってた部分、こういうところとかですね。あとは、まあここですね。この部分とかもね、金属になってますので、各部ね、合金は使われているんですけれども、まあ僕のはちょっとここが破損しちゃったよっていうところですね。うん。まあ合金が使われてるので、まあ13,000円っていうのは、最初ちょっと安いかなとも思ったんですけれどもね。うん。その今のコストで考えると、このクオリティのカブタックを多分日本だと13,000円で出せないんじゃないかなと思ってて、多分2、3万いくんじゃないかなって思ってたんですけど、触ってみて、やっぱり、ちょっと品質があれだなっていうのを思ったんで、まあそっか、これで13,000円だと、まあちょっとでも高いなっていう思うぐらいの、値段ですね、これに関しては。なんか、もうちょっと僕の意見ですけど2、3万とかにしてもっと品質を高めてほしかったなっていう気持ちはあります。まあ売ってる方もね商売なんでなんかいろいろ難しいとは思うんですけれども、そこら辺ね、なんですけれども、個人的にはやっぱりもう品質的に問題のない商品を作ってで満足したかったなっていう点がありますね。まあ本当にポーズ取らせる分にはもうめちゃくちゃかっこいいです。ということで今回のフラッシュポイントから出ている B ロゴカブタックのレビューいかがだったでしょうか。本当にこのスーパーモードの見た目がかっこいいだけに品質面がめちゃくちゃもったいないですね。しっかりとこの東映のライセンスも取得してる商品なので、本当に本音を言うともっとしっかりしてほしかったなっていうのがあります。で、さらに、今後出る商品もちょっと購入は考えたいなって思うほどのクオリティだったので、個人的には。なので、ちょっと飛びますかいとかコブランダーとかシャークラーも出たとしても、継続して購入していくかはわからないっていうのが今の正直な感想ですね。はい。まあ、ただほんとスーパーモードがかっこいいので、なんか、13,000円でね、まあなんか品質ガチャするのもありじゃありなのかなっていう、なんか本当に難しいラインです、これに関しては。はい。ということで、今回の動画ね、いいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルで